はいさあ、今日はスタジオからスタート。なんか久しぶりですよね。そうですよね。カノさん覚えてるかな。前にね、沖縄そばっていうテーマで、同じくね、同じ形でスタジオからスタートして何店舗か紹介したんですけれども、今日はその続編ですよ。続編っていうことは沖縄そばの次はタコライス？今回はね、沖縄の生活には欠かせない食堂っていうテーマで今回ね、かなさんピックアップ食堂、そして後編ではワンさんピックアップ食堂を紹介したいと思います。早速行きましょう。せーの、レッツゴーやー。皆さん、チャンネルの応援をよろしくお願いします。Merci de soutenir la chaîne。カナさん、食堂ってどういう存在ですかね？気軽に日常でよく使う場所で、私は高校の時に部活帰りに友達とよく食べに行ってて、で沖縄市だと A ランチとかあって、ワンプレートにいろいろ乗ってるっていうものがあって、沖縄食堂ってフランスで言えば例えば家族経営のビストロとか、街角ビストロで気軽に行けて、軽くクロックムッシュとかサンドイッチとか、またお酒もちょっと飲めたりとかするところなんですけれども、そんな素晴らしい沖縄の食堂、かなさんは紹介する場所にどこを選んだかな？はい、もちろん生まれ育ったコザの町です。それではどうぞ。さあ、トップバッターは私です。ということで、私の生まれ育った沖縄市にやってきました。今回は中央パークアベニューにある老舗の食堂をご紹介したいと思います。さあ、それがこちら、じゃん、大衆食堂ミッキーです。では早速行ってみましょう。はじめまして。はじめまして。お願いします。よろしくお願いします。もうずっと来たかったお店なんですよ。なんでもっと早く来ない？ね、本当ですよね。沖縄市出身なのになかなか行けなくて、どんなお店なのか改めて教えてください。私が今2代目で、やっぱりなんて言うんだろう、普通の家庭料理です。だからなんて言うんだろう、暇な時だったら、今日こんなのに食べたいんだって言ったらそんな感じで作るし、あとメニューないの、常連さんだったらもうメニューないのも注文します。メニューにないの？こちらで夕飯も作るんで、今日刺身あるよとか、あんなのもあり。じゃあもう何でもありの。何でもあり。だからまず聞いてみてって。常連になったらね。いつからあるんですか？どれぐらいだろう、もう。老舗ですもんね。長いです。60年近いんじゃないかなと思うんですけど。元からこの場所だったんです。ずっとミュージックタウンの方で母がやってて、それをミュージックタウンできるってことで移転してこちらに来てもう20年になりますから。そうなんだ。その前からあるんで、外人さんでいうともう今お孫さんの時代になってます。おじいちゃんのが貼ってた写真を見て、ここじゃないかってことで、だから看板も前からあったのを縮小して、ひび割れも一緒っていうことで再現して作ってあります。でこの椅子もそうだし、テーブルの高さも長さも一緒。当時のまま？当時のままです。今このお孫さんが子供も連れてから来てる。楽しいよ。でも本当に長年親しまれているミッキー食堂、本当に来れて嬉しいので、早速ね、食べていってもいいですか？よろしくお願いします。こちらがメニューですね。ママ、これは何ですか？斎藤丼。斎藤丼はチキンの唐揚げ、それを酢豚味にしてご飯の上に乗るんだけど、これを考案したのが斎藤さんで、もう斎藤さんの名前もらって。そっか、じゃあ斎藤さんが作った。了解はしてもらってないけど。そうなんだ。でも常連さんだから大丈夫。こんなメニューあるから決められないんですけど、一番気になったじゃあ斎藤丼、注文お願いします。じゃあちょっと待っててください。すぐ作ります。ありがとうございます。
お待たせいたしました。こちらが斉藤丼になりますね。うわ美味しそう。どうぞ早かったですね。食堂ですから。すごい手際良かったです。チキンがゴロゴロ乗ってますね。ごめんなさいね。3個の場合もあります。居眠りしながら測るんで、多い時もあれば少ない時もある。でも大体グラム数は一緒にはしてるんですけど、たまに大当たりがあったり、あれっていう時もありますから、これはもうすいませんがご了承ください。わかりました。これお母さん味付けは？これはね、酢豚味。チキンの一旦唐揚げをして、それを酢豚味にしてこうやってご飯の上に乗るんだけど、これもお客さんのアイデアでそのままご飯の上に乗っけたんだけど、重たいってなってキャベツ引いたりご飯、キャベツ、そしてチキンが乗ってるっていうことですね。味してみてください。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、召し上がれ。うわあ、美味しそうですね。今日は大当たりの日かもしれません。チキンいっぱい乗ってます。では、いただきます。お母さん美味しい。よかった。とってもチキンがジューシーで柔らかいです。で、味付けがケチャップとかオイスターソースも入ってるのかな。しっかりとした味付けで、これはご飯が進む。ちょっとやっぱしっかりとした味付けなので、さっきねお客さんが言ってたみたいにキャベツが乗ってるっていうのがポイントかもしれませんね。ちょっといただきます。オリジナルの味付けなんですけど、なんだかお母さんの味のような本当に家庭料理っていう感じでホッとする美味しさっていうのがありますね。常連になったら私のオリジナルメニューも作ってもらえるかもしれないんで、たくさん通って早く常連にならなきゃ。いやー、すっごい美味しそうでしたし、というか美味しさが顔に出てましたもう最高です。これはもうお母さんのママのお母さんだからね、ママの愛情がたっぷり詰まってるし、いいですね。美味しそうでした、本当にお腹いっぱいになったかな。なりました。でも他にもメニューがあって、珍しいメニューに私挑戦してきました。ほう。この後まだまだ続きます。ほうしか言ってない。他にも気になったメニューがあって、一品料理の中で、ハーブソーセージっていうのがあるんですけど、これ食堂では珍しくないですか？そうですね。私が食べて美味しかったわけ。だから食べたい人だけ買えばいいさーで一応置いてる。じゃあハーブソーセージと、あと気になった料理があって、ハイヒール。これちょっとどんなメニューかわかんないので注文してみてもいいですか？ OK ですよ。じゃあ今作ってきます。お願いします。ちょっとお待ちください。ハイヒール、皆さんわかります？どんなだろう。はい、お待たせいたしました。どうぞ。ありがとうございます。こちらがハーブソーセージで、こちらがハイヒール。これはお母さんも手ですよね。鳥の足が2本しかないのででもね、これ沖縄でも昔食べてるのよ。本当？沖縄の食べ方はおつゆにしてじゃがいもとか大根とか早期のおつゆがあるじゃん。あれの代わりにこの足の2本だけだけど、食べられる人もお家の長たるものしか食べられない。1羽につき2本しかつかないから、もうおじいちゃんおばあちゃんみたいな感じでしか食べられない。じゃあ貴重なものっていうかレアなものなんですね。でこれに本当にどっちかかけて足こういう形ね、こんな感じでついてたであろう。でもね、一番いいのはコラーゲンだけが残ってるんで、お肌がガサガサとか、あと膝が痛い時とかもいいですよ。未知の世界だけどお母さんを信じて食べてみますね。じゃあちょっと大きめのからいこうかな。なんか肉付きが良さそういただきます。足だよね、本当にね肉がほろほろ口の中でほどけていく感じで、でプルプルっていうかちょっと豚と似てる、なんか軟骨ですね。なんかコリコリもするし、コリコリもあるし、プルンもあるわけ。だってお母さん肌がピッチピチですもんね。ファンデーション変えたから。これじゃないの？ハイヒールじゃないの？ハイヒールって言えばよかったね。ファンデーション変えた。
やった。私もお酒飲みながらこれ食べます。これ絶対本当お酒に合う。でしょ。ハーブの香りもいいし、で濃いめなので、本当にお酒もねぴったりですよね。これはちょっとついついいっぱい食べちゃうかもしれない。塩味も最高ですね。よかったです。で食感もすごく弾力があって美味しいです。私も人生のステージが上がったような気がします。初めてのチャレンジだったけど、意外に美味しくてびっくりしました。よかったです。美容にもいいハイヒール、さあそして日経食堂、もうたくさん本当メニューがあるので、ぜひ皆さんも来て、でお母さんにも会いに来てください。よろしくお願いします。パワー届きます。届きます。いやー、よく頑張りました、ハイヒール。肌見てください。プルプルじゃないですか。もうプルプルツルツルなんかシルクのような肌になりましたよ。いや嬉しい。でもあれ頑張ったとかじゃなくて、私結構好みな味で、そうもう全部食べちゃいました。あの一皿。食堂って本当に社交の場っていう感じがしますし、こうやってお店の方とね、こうすごいコミュニケーション取ったりとかね。ユンタクできたりとかして楽しいなって思いました。本当にビストロだよ。本当それ、そうなんだ。ビストロはもうちょっとお酒寄りではあるんだけど、カフェビストロみたいな感覚で、フランスとね、やっぱりこの暖かさって日本の中でも沖縄ってもう首都も暖かい感じがあるんですけれども、うちの南フランスにちょっと近い何かがあるかもしれないですね。そこはまさかこういう食堂、フランスで言えばカフェビストロとかで共通しているっていうのもまたすごい面白いなと思ったんですけどね。ということで次バンソンさんはどこの食堂を紹介するんですか？そうでした、僕も食堂を紹介しなきゃいけないっていうのがね、食堂あんまり詳しくなくて、あんまどこ行けばいいか分からず、どうすればいいの？でも大丈夫です。そんなバンソンさんのためになんとスペシャルなあの方からメッセージが届いてますので。誰？はいはい、与那原町のビヨンセです。はいはい。はい、改めて与那原町の観光大使をしております泉やいびん、お願いしますね。なんてばんちゃん、食堂わからない。あっしゃびよな、与那原にいいところがあるよ。新島区って言ってね、新しい島の区って書いて、新島区の新島共同売店っていうのがあるわけさ。行ってみて。行ってみたらね、またイケメンたちがちゃんと紹介すると思うから、あっしばんちゃん、もう大変よ。もうみーこっちいからもう美味しいのからもう、はいもういいやつよ。はい、行ってらっしゃい。さあ、沖縄の食堂後編、かなさんに引き続き僕は与那原の方にやってまいりましたけれども、泉さんからのリコメンデーションがおすすめのお店がこちら与那原町にあるということでやってまいりました。こちらですね、新島共同売店。はいろんなメニューも書いてありますし、木の感じもめっちゃ素敵なんですけれども、こちらですね、入ってみましょう。こんにちは。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。ちゃんと食べ物屋さんが、よかったよかった、共同売店という名前だったので、新島共同売店の店長の山野葉です。よろしくお願いします。いや泉さんに勧められて来たんですけれども、ありがとうございます。最初は共同売店という名前だから、僕食堂って言ったんだよって思ったんですけれども、ちゃんと食べ物屋さんでした。それだったらなぜ共同売店という名前なんですか？昔共同売店っていうのがあったので、この食堂を通して昔の感じでみんなが集まれるようなお店にしようってことで共同売店っていう名前をつけました。なるほどですね。本当に素敵ですね。もうこう木材がまず落ち着いた雰囲気ですし、こうね、与那原って言えばやはり大空引き祭りなんですけれども、写真もありますが、実際ツナもこれも本物で。本物。はい。ミニチュアで編み直しております。すごい。共同売店って名前だけど、共同売店スペースもこの中にあるんですか？そうですね。売店が刺身とか駄菓子を売店スペースがあって併設されて営業しております。わー、でも素敵ですね。こういう少し昭和感が出る感じはあるんですけれども、食堂っていうことなので気になるお味も早く
ちょっとぜひ試してみたいんですけれども、昼はですね食堂で沖縄そばだったり定食を出していて、で夜も実は居酒屋としても営業しております。居酒屋としてもやってるんですね。じゃあでも今回は食堂っていうことなので、定食にしたいと思いますので、ちょっと座ってメニューを見ながら選びましょう。ぜひ。じゃあもう気になるメニューいきたいと思うんですけれども、こってりそば、あっさりそば、定食いっぱいありますね、選択が。チキン南蛮定食、チキン南蛮大好きなので、ちょうどおすすめにマッチしたから、それにしたいと思います。ぜひ。もうかなさんの食堂も美味しかったけど負けないっていう勝負じゃないけどね。ではお願いします。ありがとうございます。いや、おしゃれな雰囲気のお店でしたね。さすが泉姉さん、ありがとう、いいとこ教えてくれて。いやもう本当におしゃれですし、木の感じも結構全部みんな手作りで、与那原のね若い子たちがみんな頑張って、もともとそこにあった共同売店がもうなくなって、その古民家をねリフォームして。またこう素敵なお店を作って、また共同売店スペースもある、昼間は食堂、夜は居酒屋とかっていろんな役割、もう地域の活性化にもなってると思うんですけど、おしゃれでしょ。おしゃれだし、食堂って、食券かお店の人に頼むっていうね、イメージだったんですけど、タッチパネル？そうなんです。って思って。いうね。チキン南蛮大好きなのでチキン南蛮頼んだから。すごい、私もチキンだったけど伴奏さんもチキンなの。そうなんです、チキンで勝負持ってきた。なんかね、勝負になってるよね。チキンでね、どっちのチキンが上かっていうことではないので、見てみましょう。はい、お待たせしました。わー、来ました。すごい。チキン南蛮定食です。もずくもあるし、目玉焼きも乗ってるし、このチキン南蛮の上のタルタルソースですか？すごいなんか手作り感あふれる。そうですね。こちらが売店でも販売している八重洲町の真珠卵を使った自家製のタルタルソースになります。もずくはですね、知念産のもずくを手作りで、こちらがだしは昼も出してる沖縄そばのだしを使った味噌汁になります。間違いなく美味しいじゃないですか。じゃあ早速、いただきます。わあ、この真珠卵のタルタルソース美味しそう。いただきます。サクサクしててすごく濃厚なんですよ、このタルタルで。タルタルだけどタルタルしすぎずっていう言い方も変かもしれないけど卵の自然の甘みがすごく出ててめちゃくちゃ美味しいんですよ。もうタルタルだけでもスプーンで食べたいぐらいです。でチキンもね、脂身が少し少なくてさっぱりしていて、ただすごくジューシーなんですよ。もう一口いきましょう。これ今まで食べたチキン南蛮の中で一番美味しいと思います。沖縄に限らず全国で。いただきます。卵めちゃくちゃ好きなんですけど、この卵の王様って言ってもいいんじゃないかなっていうぐらい卵なんでしょ。ザ卵なんですよ、これは。このチキン南蛮はもうもう声のトーンで表現してるしかない。美味しすぎて、あとは皆さんにも実際食べてもらうしかないと思うんですけれども、幸せ。かなさんもぜひ食べに来てね。超うまいですよ。スタジオだけでは多分絶対食べたくなると思うのでお待ちしてます。今度来ましょう。そう美味しかったですよ。絶対かなさんこれ美味しそうって思うと思いました。もう本当に卵、真珠卵って、真珠って宝石みたいな真珠ね、
真珠卵と呼ばれるぐらい八重瀬町の卵で、これがねもう濃厚でも甘みもあって、こうなんだろうな、もうザ卵っていう、もう卵のキングっていう感じでね、卵の王様って言ったけど、チゲ生もさすが泉さんピックアップは間違いはなかったね。最初はもう店員の顔だけで選んだかと思ったんですけれども、そうあんまりもイケメンイケメンって連発してたからね。でガナさんパートでは定食だけで終わるって思ったら、なんか他のメニューにも挑戦したから、僕も負けちゃダメだなって思って、夜の居酒屋メニューにもちょっと挑戦してみましたよ。この後まだまだ続きます。居酒屋メニューの中から2品を選んでおすすめ選んでいただいたんですけれども、こちらがですね、真珠卵を使った先ほどのはい真珠卵、卵巾着です。こちらがパイナップルポークのレバーを使ったレバーカツに。面白いポメニューが。ークのレバー、はい。あ、いい香り、少し甘みがあって、もういただきます。待ってない。今聞こえました？ぐしゅって言っちゃったよ。ぐぐって。これ絶対人気メニューでしょ。そうなんですよ。やっぱり。はい。知ってもらえれば。はい。でもすでに人気だけど、これでさらに絶対食べたいという方もいっぱいいると思う。はい、ぜひ。このパイナップルポークって何ですか？パイナップルを食べて育つ。あ、そうです。はい。甘みも臭みも少なくなった、豚になります。臭くない。よかったです。臭みがない。これちょっとお酒と一緒にいただきたい感じですね。はい、ぜひお酒と一緒に。やっぱりはい。よかった。レバーいけないと思ったんですけど全然いけたし、逆にめっちゃ美味しい。実はバンソンさんのいけなさそうなものでもう一つあるんですよ。いけなさそうなもののチョイスが何なの？なんでしょヤギです。う。ヤギ。ちなみにこのヤギ料理でどんなものがありますか？当店ではですね、ヤギ刺し、ヤギ汁、はい。あとチーリチがあります。バンソンさんのいけなさそうっておっしゃってたけど、今聞いて全然いけなさそうですけども特にチーリチと刺しもいけなさそうだけど、汁だったら頑張れるかな？はい、ぜひ。ちょっと頑張ってみましょうと思います。はい、お待たせしました。待ってないです。全然待ってないヤギです。汁でヤギ汁なんぞ待ってません。そんなリポーター見たことない。ヤギさん、もうヤギさんしかも大好き。いつかヤギを飼うのが有名なのに、ヤギさんもこれ汁になっちゃったよ。食べにくくなっちゃうよ。汁になっちゃったもん、ヤギさんが。生姜？生姜ですね。生姜と、フーチバーです。フーチバーですね。結局このヤギの臭さを生姜とフーチバーの苦味で消そうとしてるんでしょう。いや、こんなリポーター見たことない。なるほど。じゃあ1回はまず何も入れずにヤギ汁。人生2回目です。2回目。1回目はあんまりしっくりこなかったからこの2回目で。まあでもね、ここの名物料理なのでね、もう三島郷土売店の名物料理、ちょっとちっちゃいのからスタートしました。待ってこちっちゃいのにしましたけど。ちなみにかなさんはヤギ好きですか？食べれますか？私も得意ではスタない。ジオでなんか笑ってそう、これを見ながら。でもちっちゃいでしょ。面白い。おーなるほど。なんかすごい草たくさん食べたヤギだなっていう感じがする。なんか草の味。草の味です。なんか意外と想像と違う。もっと野獣って思ってたけど、はい、これなかなかマイルドじゃないですか？そうですね。食べやすいかと思います。かと思います。はい。かと思います。ちょっと待って。もしかしたら竹谷さん？はい。ヤギあんまりご自身は食べない。そうですね。僕もそこまで食べないですね。僕に熱く進めたのに。それでも自分でも食べやすくて美味しいと思ったんで。はい。ならよかった。じゃあもう一個ちっちゃいのでスタートしたんで、がっつり次いきます。いただきます。あ、柔らかい。大きいパートが。今の大きいパートの方がさらに臭みが少ないんですよ。
本当になんかあれ羊っていうかジンギスカンだったりとか、ラムとかは全然嫌いじゃないんで、それを少し自然界に話したちょっと元気な野生のラムって考えれば、全然いけます。マイルドながらもしっかりとしたこう自然界の味っていうのかな、自然界の味が残ってるんで、ヤギ汁のその癖が好きな方でも多分全然満足はできると思うんですよ。これをじゃあ生姜とフーチバーでこれはいいこれめちゃくちゃいい。もはやこれまで沖縄で食べた薬膳料理とかに近い味になってるんで、これ沖縄を感じながら少しなんかヘルシーな感じがするし、これだったらね、もうこの2つ味が濃いんで、もはや焼きの味がもうわからないっていう感じなんだけどこれだと全然食べやすい。意外と僕一口でギブアップするかなと思ったら、これ意外全然いける。これだったら僕でも全然いけるし、毎日とは言わないけどまあ定期的に2ヶ月に1回ぐらい食べてもいいかも。かなさんも挑戦してみて今度。最高でした。いやよかったです。さすが、泉姉さんのおすすめ。ありがとうございます。ちなみに泉さんだいぶ面食いって認識しておりますけれども、どういったご関係ですか？それはですね、週末の彼氏です。僕泉さん会うたびにプロポーズされてるんですけど、そんな恋大きい女だったんですね。そうなんですよ。気をつけよう。怖い高谷さん今日本当にありがとうございます。ありがとうございました。もうさすが泉姉さんからのいいご紹介でしたありがとうございます。これからも末永く頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。たくさん笑いましたね、ヤギ。まずバンソンさんのリポートがすごい、もう正直者。もう食べたくなさも伝わってきたしいやいや食べてあんなちっちゃいの何やねかけらっていうねでも面白かったよ。きっと野生が好きな人に間違えました。ヤギが好きな人にはとってもマイルドでありながら少し苦手な方でも僕みたいに食べれるし、でもしっかりと野生感は残っている草の味とかもう進めてますよ今。私は草食べてるヤギって想像してない。だってそんな感じがしたんですか？たくさん草食べてるヤギだねってたくさん草食べてるのがもう伝わってくる。実の味には草の自然な泥的な味が入ってるっていう。本当に正直リポーターだから最高だった。見ながらこんな食レポ初めて見た、こんなリポーター初めて見たってずっとからさ連発してたけど、まあでも面白かったね。いやということでですね、本当に素敵なお店、まずおしゃれ、そして料理もメニューが豊富、もう卵、チキン、もうね場所も可愛くて、この古き良き昔あった郷土売店と、もう若い元気の両方がもう調和になって、もう若い方々ももちろん年配の方々も頑張って継続させてる、もうすごい場所で奥深かった。ただの食堂じゃなくて沖縄の本当に一面が見れたこの2カ所でってすごく感じました。かなさんの方はどうでした？やっぱりうちなんちの温かさが詰まってたりとか、なんだろう、食堂に行ったら帰ってきたよっていう感じにもなるじゃないですか。ただいまっていうようなね、迎え入れてくれるっていう温かさもあるから、でそんなのが沖縄にたくさんまだまだあるから、いろんなところに行きたいなって思いましたね。いいですね。もう皆さんもぜひぜひ沖縄の食堂をね、味わいにいらしてください。沖縄の方々に言うことでもないけどね、みんな絶対すでに言ってるけどでも沖縄じゃない方々はぜひ沖縄の食堂、もうここにしかないような文化なので味わってくださいね。それでは皆さん See you シーサー。今日も沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちのアンチの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしく。うにげーさびらうんじくみそうりよ。